大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 MacBook Pro ですね。こちらの発売時期についてちょっとどうなっていくのかお話ししたいと思います。以前の動画でね、デザインとかね、機能面についてはね、結構お話したりはしたんですけども、今回またいくつかで興味深い情報がね、出てきましたので、一緒にね、見ていきたいと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひね、チャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。またいつもご覧になっている方のね、15% ほどの登録ということなので、登録していただければね、非常に励みになります。また登録していただくとですね、随時お得な Apple 製品のはじめとしたセール情報ですね、これコミュニティ欄という方でね、見れるようになりますので、こちらも通知ベルオンにするとね、確実に届きますので、まだまだね、登録者の 9% ほどということなので、ぜひ通知ベルオンにしてね、見逃さないようにね、していただければと思います。あと YouTube 以外では Twitter でもね、日々タイムリーにね、こちらも情報を発信してますので、フォローお願いいたします。今回話題は MacBook Pro なんですけども、僕も含めてね、非常にたくさんの方が期待している次の MacBook Pro、非常に楽しみなんですけども、新しいね、MacBook Pro、14インチだったり、16インチですよね。こちらの登場が非常にね、待ち遠しいんですけども、いいニュースとね、ちょっと今回悪いニュースもあるんですよね。先月ね、6月にですね、WWDC とね、Apple の発表があったわけですが、ここでね、やっぱ MacBook Pro 発表があるんじゃないかって結構期待されたりしたんですが、結論としてはね、何もなかったんですよね。どうしてね、こういった予想があったかっていうとね、もちろんその他のリーカーの人たちが騒いでたというかね、MacBook Pro 出るんじゃないかっていうね、もちろんなんですけども、主にはね、3つぐらいの記事からね、発表が近いのではないかって、僕もちょっと思ったりしたところなんですが、そもそもまずね、噂があった理由の一つとしては、非常にね、的中率の高い、ブルームバーグのですね、記者のマーク・ガーマン氏がですね、新型の MacBook Pro っていうのは、今年の、夏頃にね、登場するんじゃないかっていうね、といった記事がね、出たことから、6月の WWDC で、あるんじゃないかっていうところですね。ただ彼の夏っていうのを指すのが、9月のね、下旬までっていうことを夏っていうね、指してるみたいなんで、必ずしもじゃあ、6月にね、出るっていう意味ではなかったってことなんですが、また台湾メディアのデジタイムズ、こちらによるとですね、新しい MacBook Pro が、今年の後半にですね、新たにそのミニ LED っていうものをね、搭載して発表があるんじゃないかっていうね、そういった予定をしてますっていう記事があったりとかですね、まだ実際にはね、iMac とかも、今年4月のイベントでね、発表されたっていうのはありますし、ただ発売っていうのは5月でね、1ヶ月後っていうね、結構先になってしまった、1ヶ月ぐらいかかっちゃったんですけど、さらに4月の日経アジアの記事で、報道ではですね、次世代の Apple のチップですね。はい、ここでは、M2 チップというふうにね、呼んでおりますが、製造に少なくとも3ヶ月ぐらい、かかるということで、Apple の次のその MacBook のね、ラインですね、製造ラインで、そっちは組み込むのに間に合うようにね、早ければ7月に出荷を開始しますっていう、開始する可能性があるっていうね、記事があったりしましたね。はい。そういった報道とかね、主に3つぐらいですね。あったっていうことで、6月に発表で、4月にその、発売、7月ですね。7月に発売というのもあるんじゃないかっていうね。ということで、盛り上がったわけなんですが、皆さんのね、ご存知の通りですね、現状は正直何もなかったっていうね、何にも触れられなかったっていう形なんですけども、おそらくね、主な原因としては、世界的にまず半導体のね、供給がまず間に合ってないっていうところですね。原材料とか部品がそもそも不足しているとか、今やっぱこういうね、状況なので、ってことはもちろんなんですけども、あとミニ LED ですね。こちらの生産がやっぱり間に合ってないっていうことなのかね。これが多分一番大きな原因だと思うんですけども、ミニ LED っていうものは今、iPad Pro のね、12.9 インチの方に、実際搭載されて、綺麗でね、明るい画面っていうわけなんですけども、それはいいんですが、結局ね、今のところまだね、在庫見てみたんですよ。iPad 12.9 インチ。どれぐらい届くのかなっていうね、ところなんですが、未だに発送までまだね、1ヶ月ぐらいね、かかるんですよ。まだ下手したら届いてない人もね、いるぐらいなので、そういった状態が続いてると。これね、なんで実際やっぱ生産ね、全然やっぱ追いついてないなっていうね、ところをね、今の在庫状況から見ても、感じ取れるというところなんですよね。なので、今後のオプション、今後の展望というか、選択肢としては、主にね、発売のそのスケジュール的なところで言うと、2つかなっていうね、MacBook Pro と思うんですけども、まず1つ目としてはね、これ以前の動画でも話したんですけども、ちょうど M1 チップのね、MacBook の発表が去年の11月ということで、それで大体1年後ですね。ということからですね、大体10月から11月、秋頃の、発表
で発売じゃないかっていうね、同じような去年と同じようなスケジュールっていうところですね。その秋パターン、これが実際現実的だとは、個人的には思いますっていうのと、2つ目としては夏頃までの、発表ですね。はい、さっき言ったマーク・ガーマン氏ですね、つまり9月ぐらいまでに何かしらのイベントですね、の開催があって、例えばなんですけど、iPhone とかと一緒に、発表されるとかのパターンですね。はい。こちらの可能性としては、低いとは思いますね。ただね、ちょっと残念なニュースとしては、的中率の高いね、さっき言ったマーク・ガーマン氏、ブルームバーグからによると、記事の中でアップルにとって全ての注目はですね、秋に向けられていると、いるので、次のやっぱ数週間はですね、製品のニュースに光を当てる、運命にあると。なんで、iOS15 とかね、iPadOS15 とか、WatchOS8 ですね。こちらのリリース、大体9月とかなんで、加えてですね、次のやっぱ iPhone とか、およびですね、Apple Watch のモデルの発売までね、大体もう2、3ヶ月ぐらい、というわけなんで、で、その後夏の低迷の後って書かれてるんで、じゃあそれまでね、これ夏に何かしらもう何もないっていうね、ことをこう示唆してるんじゃないかということですね。低迷って書いてあるからね。はい、ただその後にやっぱエントリーレベルの iPad ですね、つまり iPad9 ですね、iPad9だったりですね、今年の後半には MacBook Pro とMacBook Pro と、iPad mini の刷新があるんじゃないかとこれ言ってますね。はい、この記事からも見て取れるんですが、スケジュールとしては、まずやっぱ9月あたりですね。毎年出て9月に iPhone ね。去年はコロナの影響で10月とか、11月ぐらいになっちゃったんですけど、まずやっぱ iPhone13 ですね。13または Apple Watch ですね。Apple Watch シリーズ7の発表がまずあって、あるので、それより前になんで MacBook Pro がね、まず来るってことはないと思うんですけども、非常に考えづらい。で、アップルがやっぱ夏にね、例えばじゃあ8月とかに、サプライズでね、イベントがあるかっていうと、これも非常に考えづらいっていうことですね。過去に実際夏に8月とかにやってないですよね、イベント。というのが個人的にね、僕の意見ではあるんですが、ただ今のところ興味深い、いいニュースっていうのかな、興味深いものとしては9月説っていうのもね、一応ありまして、例えば台湾のね、エコノミックデイリーですね、デイリーニュースによるとですね、新型の MacBook と、あとAirPods ですよね。AirPods 3になるんですよ、新型の。今年の後半に発売するんじゃないかっていうふうにね、報じてまして、アップルのサプライヤーはですね、今年の後半に新しい MacBook と AirPods のリリースに備えて容量、容量というか、これ翻訳なんで、備えてね、今生産をね、今増やしてるってことをね、急いでると。生産を急いでるってことで、はい。なんで出荷の勢いとしては、早くても今年の第3四半期から大幅に強化でね、っていうふうに書かれてたんですけども、第3四半期っていうと、7月から9月の間のことなんですよね。なので、ただこれ、そこら辺でのね、発表もあるかもですが、ただこれ、秋に向けてのね、準備っていうことも考えれなくもないですよね。で、また最新のデジタイムズの記事によるとですね、アップルが待望の 2021MacBook Pro ですね、ラインナップの生産の準備ができているんじゃないかっていうね、報道がされてたりもしましたね。これ第3四半期、後半に発売される予定ということで、つまりこれ、9月の終わりってことですよね。やっぱりね、このデジタイムズとかはやっぱ台湾のね、メディアで TSMC をね、半導体アップルのこの CPU を作っている会社をはじめとしていろいろね、サプライヤーというかね、いろんな業者の方の工場とかいっぱいあるんで、さらにこのミニ LED ですね、の供給が発表の遅れに、つながっていると、先ほど話したと思うんですけども、これもデジタイムズによるとですね、アップルは今ミニ LED の供給ですね、生産とか、安定して、するために、2億ドルを費やしているっていうね、報道もね、つい最近あったりしたんで、2億ドルっていうと大体日本円で200億以上ですか、220億円ぐらいになるんで、なんで一応新しいマシンを導入してですね、生産を非常にこう急いでいるっていうね、そういったものを伺えると。なんでちょっと最近のこのね、動きから見てみると、9月に発表の可能性もゼロではないかなっていうね、感じですね。そんな確率的にはね、低いと思うんですけど、実際のところ次のやっぱ iPhone13 ですね。またはなんか 12S っていうね、見方もある、呼ばれる見方もあるんですけど、iPhone12 で実際 5G でね、搭載されて、デザイン変わったんで、これ iPhone12 自体は結構売れてるんですけども、ただ次のモデルにね、そんな大きなじゃあアップグレードあるかっていうと、そんな期待が、ね、できないかなっていうところで、あんまなさそうなんですよね。指紋のタッチ ID の搭載とかもおそらく来年以降だろうということの見方が多いんで、また Apple Watch のね、シリーズ7自体も、期待例えばされていたですね、グルコースモニタリング、血糖値が測れる機能とか、そういった新機能とかですね、下手したそのデザインの変更自体も、もしかしたらないんじゃないかっていうね、ことも言われてたりするので、
そうなってくるとですね、非常に9月の発表会がなんかね、あんまインパクトがないっていうかね、感じになっちゃう、残念な感じに、ね、なりそうな、残念になっちゃうんですよ、このままだと。なので、例えばそこで MacBook Pro がね、新型もね、一緒に出れば、結構そこがね、薄れるというか、インパクトがあるじゃないですか。っていうふうに思ったりもしますが、たださすがにね、3つ一気に出すと、ちょっとごちゃついてるというかね、一気にじゃあ買うってなるともう20万くらいまたね、もう Mac も高いと思うんで MacBook Pro、次のやつはちょっとごちゃごちゃしちゃうんで、それだったらね、もう一つね、今年の後半に登場するものといえばやっぱ AirPods ですよね。 AirPods 3、こちらをやっぱ iPhone とかと一緒に出した方が売れそうですよね。てかそっちの方が可能性が高いと思うんですよ。今回 AirPods 3をですね AirPods Pro 並みの性能で今の価格を維持するっていうことを価格は据え置きで登場が期待されているわけなんですけども、その AirPods 3をね iPhone とかだったりですね Apple Watch とかとやっぱり非常に一緒にね親和性の高いというか、一緒に本当使うものじゃないですか。タイミングとしてはなんで AirPods ね AirPods 3の方がね良さそうですよね。実際最近ですね、7社のその Apple のサプライヤーがですね、今後のその Apple 製品のねなんか回路基板関連ですね、部品ですよね、要するにの出荷を開始したってね、記事があったんですよね。なんで Apple Watch とか AirPods とか、iPhone ですよね、iPhone 13。13次のね Apple 製品の、次世代製品向けの部品をね出荷し始めたっていうことなので、そういったことからもねやっぱつながってるんじゃないかってね思いますし、やっぱりその後 iPad ね、9ですね、iPad の旧世代も控えていたりもするので、昨年みたいに、一気に本当に 2,3 回ぐらい毎月発表会があるっていうのも全然あると思うんですよ。なんで秋のその初め頃とかにかけて一気にラッシュが来るんじゃないかと思ってます。なので結論としてはね MacBook Pro はiPhone とかね、12S とか13かわかんないですけども Apple Watch とかと、シリーズ7とかの発表と一緒に出てくる確率っていうのは非常に低いんじゃないかと、思いますね。そういったものの発表より前にじゃあ MacBook Pro だけ出るっていうのはちょっと低いかな、今のその供給のね状況とか考えるとって感じですね。そう考えるとやっぱり10月から11月ね、おそらく11月とかが現実的かと思いますねっていう感じでしたね。はい。で MacBook のね、あとデザインとか、仕様とかについてはですね、端子がどうなるとかについては以前の動画とかねいろいろ何本か出してますので、そちらをねご覧いただければと思います。詳しくはね。はい。あとは AirPods ね、性能とかねデザインとかどうなるのかとかに関しても以前の動画で詳しく話しますので、こちらも参考まで、ご覧いただければと思います。僕ね、ちょっとまだ個人的な意見でしたね。いやでもそれはちょっとまた違うんじゃないかって思う方はね、ぜひ概要欄の下からね、コメントいただければと思います。ただこの動画少しでもね、役に立ったと思った方はぜひグッドボタンだったりね、今後気になる方はぜひチャンネル登録していただければね、最新情報を受け取れますので、もちろんコメントもお待ちしてますね。いつもありがとうございます。はい。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。よいしょ。